解説。日本人が知らない真実。海外で神扱いされている昭和の激レアカルトアニメトップ10。日本のアニメって、昔から世界中で人気だったの？ああ、実は昭和の時代から、日本ではマイナーだった激レア作品が、海外で神アニメとして社会現象になっていたんだぜ。日本では無名なのに、海外で神扱い？なんでそんなギャップが70年代以降、海外の曲が安くて話数の多い日本アニメを大量に買い付けたのが理由だ。しかも当時は権利の売り切りが主流で、現地での頂戴ヒットを日本側が長年知らなかったんだぜ。作った人たちが知らないうちに大ブームになってたのね。さらに海外では、無関係のロボットアニメ3作をつなぎ合わせて一つの新作に魔改造したりとやりたい放題だった。その結果、全米視聴率1位や革命の象徴になる異常事態が起きたんだ。なんだか凄まじい歴史ね。今日は、そんな日本人が知らない真実が詰まった、海外で神扱いされている昭和アニメトップ10を紹介するぜ。第10位、黄金バット。ねえマリサ、第10位はどの作品なの？第10位は、1967年にアニメ化された黄金バットだぜ。実はこれ、海外でとんでもない熱狂を生んだカルトアニメの筆頭なんだ。黄金バットって、あの金色のドクロの日本の昭和レトロの代表格ってイメージだけど、海外で人気があったなんて全然知らなかったわ。ああ、日本では昔懐かしいヒーローだが、実はアメリカのスーパーマンやバットマンより歴史が古い、世界最古級のスーパーヒーローなんだぜ。もともとは1930年、昭和5年に紙芝居から誕生したんだ。スーパーマンより歴史が古いの。それは驚きね。それで、海外ではどんな風に受け入れられたの？イタリアに輸出された時は、ファンタマンというタイトルで放送されてな。イタリア語の専用主題歌まで作られるほどの高い人気を獲得したんだぜ。ファンタマン、なんだか響きがかっこいいわね。他の国でも放送されたの？ブラジルなど中南米では、ファントマズやファンタスマグリコとして放送され、当時の子供たちを熱狂させたんだ。現在でも日本以上の知名度を誇ると言われているぜ。日本の紙芝居から生まれたドクロのヒーローが、地球の裏側でそこまで愛されていたなんて信じられないわ。さらに極めつけは韓国だ。アニメが放送されて大人気になり、そのブームにあやかって1992年には、韓国の人気コメディアンが主演するヨングと黄金バットという実写パロディ映画まで作られたんだぜ。実写パロディ映画まで作られちゃうなんて、完全に社会現象レベルのブームじゃない。そうなんだ。日本では昭和のノスタルジーとして語られる黄金バットだが、海を渡れば国境を越えて熱狂的なファンを生み出した、まさに世界的カルトアニメなんだぜ。第9位、聖獣士ビスマルク。第9位はどんな作品なの？第9位は1984年放送の聖獣士ビスマルクだぜ。海外で主人公が降格するという衝撃の魔改造を受けながら、熱狂的な人気を得た作品だ。主人公が降格ってどういうこと？そもそも日本だとどんなアニメだったの？スタジオピエロが制作した初のオリジナルロボットアニメでな。SF と西部劇を融合させた独特の世界観を持ち、日本では熱心なファンに支持される名作という立ち位置だったぜ。西部劇とロボットの組み合わせって渋くてかっこいいわね。海外に行くとどうなるの？アメリカの配給会社によって欧米へ輸出された際、セイバーライダーというタイトルに変更されたんだ。さらに BGM の差し替えやエピソードの追加など、別物レベルの改変が行われたんだぜ。タイトルも中身も変えられちゃったのね。でも、主人公の降格って？日本版の主人公は日本人の光真司だったが、ファイヤーボールと名前を変えられて脇役に降格したんだ。代わりにイギリス出身で騎士道精神を持つサブキャラ、リチャードが、欧米受けしやすい理由で主人公に抜擢されたんだぜ。自分の国のアニメなのに、日本人の主人公が脇役にされるなんて悲しすぎるわ。だが、この魔改造版はドイツなどのヨーロッパ圏で絶大な人気を誇ったんだ。放送から30年以上経った2017年には、
ドイツの開発チームがクラウドファンディングで資金を集めて新作アクションゲームまで制作したんだぜ。30年越しに海外のファンがゲームを作っちゃうなんて本当にすごいわね。しかも Steam だけじゃなく、レトロゲームファンが喜ぶドリームキャスト向けにも発売されたから驚きだ。主人公をすり替えられる衝撃の扱いを受けながらも、海を越えて深く愛された数奇なカルトアニメだぜ。第8位、飛行創世記も好きねえマリサ、第8位はどんなアニメなの？第8位は1983年にタツノコプロなどで制作された SF ロボットアニメ、飛行創世記もスピーダだぜ。日本では打ち切られたが、アメリカでは社会現象級の大ヒットになった大出世作なんだ。日本では打ち切りだったなんて意外だわ。どうしてそんな結果になっちゃったの？バイクが着用可能なパワードスーツに変形するライドアーマーなど、荒牧真司氏らが手掛けた斬新でリアルなメカデザインは非常に高く評価されたんだ。だが、強力な裏番組との視聴率競争に苦戦し、スポンサーの関連玩具の販売不振も重なって、全25話で打ち切られてしまったんだぜ。せっかくの素晴らしいメカデザインがもったいないわね。それがアメリカに行くとどうなるの？アメリカの配給会社によって輸出された際、現地の放送事情に巻き込まれたんだ。平日の帯番組として放送するには最低65話以上が必要というシンジケーションルールをクリアするためにな。25話しかないもスピーダじゃ全然足りないわよね。どうやって解決したの？まさかの力技だぜ。全く無関係の作品である、超時空要塞マクロスと超時空機弾サザンクロスを無理やり統合したんだ。モスピーダはその第3部、新世代編として組み込まれ、ロボテックという一つの強大な連続ストーリーに魔改造されたんだぜ。全然違うアニメを無理やりつなぎ合わせるなんて、アメリカのテレビ業界は恐れ入るわね。ところが、これが1985年に放送されると全米の若者を熱狂させる大ヒットを記録したんだ。特にモスピーダのライドアーマーは現地でサイクロンと呼ばれて絶大な人気を博し、今ではアメコミや小説、RPG 化まで展開される巨大な SF フランチャイズに成長したんだぜ。長年ハリウッド映画化の企画も報じられるほどの神扱いだ。第7位、マッハ555。次の第7位はどんな作品が登場するの？第7位は1967年にタツノコプロが制作したマッハ555だぜ。日本では懐かしの名作ってポジションだが、アメリカでは親子何世代にもわたって愛される国民的アニメなんだ。あの白いスポーツカーに乗ってるアニメね。でも、どうしてアメリカでそこまで国民的な人気になったの？放送と同じ年にスピードレーサーというタイトルでアメリカへ輸出されてな。夕方の帯番組などで長年繰り返し再放送された結果、当時の子供たちに絶大な影響を与えて、アメリカのポップカルチャーに深く根付いたんだぜ。毎日夕方に繰り返し放送されたら、そりゃあみんなの記憶に強く残るわよね。アメリカ版はどう変えられていたの？英語圏の視聴者に馴染むように徹底したローカライズが行われたんだ。主人公の三船号はスピードレーサー、マッハ号はマッハ5と改名されてな。あまりにも自然にテレビで流れていたから、遠い日本の作品だと知らずに、アメリカのアニメだと思い込んで見ていた人が圧倒的に多かったくらいだぜ。自分の国のアニメだと思い込んで夢中になっていたなんて、本当に生活に密着していた証拠ね。そのカルト的な人気と影響力は凄まじくてな。2008年には大ヒット映画、マトリックスを手掛けたウォシャウスキー監督の手によって、なんと巨額の制作費を投じたハリウッド実写映画、スピードレーサーまで作られたほどなんだ。あのマトリックスの監督がわざわざ実写化。それはアメリカでの神扱いっぷりがよくわかる強烈なエピソードね。ああ、ノコギリなどの7つの特殊装備を駆使する日本のスーパーカーアクションが、海の向こうの子供たちの心を奪い、ハリウッドの超大作にまで成長した、まさに規格外の伝説的な作品なんだぜ。第6位、キャプテンフューチャー。さて、次の第6位はどんなアニメがランクインしたの？第6位は1978年に東映動画が制作し、NHK で放送されたキャプテンフューチャーだぜ。
日本では良質な SF アニメという立ち位置だったが、ヨーロッパでは空前の大ヒットを記録した作品なんだ。NHK で放送されていたアニメなのね。日本でも大ブームになったわけじゃないのに、どうして海を越えたヨーロッパでそこまで大ヒットしたの？原作がアメリカの古典 SF 小説というのもあって、海外の人に親しみやすい本格的なスペースオペラだったからだ。特にフランスでは、キャプテンフラム、ドイツでは現代のまま放送されて、当時の子供たちの間で国民的なヒーローになったんだぜ。なるほど。世界観がもともと海外向けだったのね。でも、ただヒットしただけじゃなくて、神扱いされているのよね。ああ、その最大の理由がドイツ独自の徹底したローカライズだ。ドイツで放送されるとき、現地の作曲家によって BGM と主題歌が完全に差し替えられたんだ。そのシンセサイザーを多用したテクノ調のオリジナル主題歌が、神曲として絶大な人気を獲得したんだぜ。日本の主題歌を丸ごと変えちゃって、しかもそれが神曲として歴史に残っちゃうなんて、本当にすごい偶然ね。その熱狂は今でも続いていてな。放送から何十年経っても、そのドイツ版主題歌のディスコリミックスが発売されてヨーロッパのクラブで大ヒットしたくらいだ。さらに現地オーケストラによる大々的なコンサートまで開かれているんだぜ。昔のアニメの曲がクラブで流れたりフルオーケストラで演奏されたりするなんて、愛され方の規模が半端じゃないわね。そうなんだ。日本では知る人ぞ知る名作 SF アニメだが、海を渡ったヨーロッパでは独自の音楽とともにクラブカルチャーにまで深く影響を与えた、とんでもない神アニメとして現代でも語り継がれているんだぜ。第5位、科学忍者隊ガッチャマン。さてさて、いよいよ第5位の発表ね。次はどの作品かしら？第5位は1972年にタツノコプロが制作した科学忍者隊ガッチャマンだぜ。日本でも大ヒットした名作だが、アメリカではとんでもない魔改造を受けて神格化されたんだ。日本でも超有名なガッチャマンじゃない。あれがアメリカで魔改造されたって、一体どうなっちゃったの？1978年にアメリカでバトルオブザプラネッツとして放送されたんだが、当時大ブームだったスターウォーズにあやかって、無理やり宇宙を舞台にした SF 作品に設定が書き換えられたんだぜ。地球を守る忍者隊なのに、勝手にスターウォーズみたいな宇宙ものにされちゃったの。ああ、さらにアメリカの厳しい放送基準に合わせて、激しい暴力シーンが大幅にカットされたんだ。そして、その足りなくなった放送時間を埋めるために、とんでもない力技が使われたんだぜ。放送時間を埋めるって、まさか同じシーンを繰り返したりしたの？いや、なんとアメリカ側が R2D2 そっくりのオリジナルロボットキャラを勝手に新作アニメで作って、物語のナビゲーターとして本編にねじ込んだんだ。勝手にオリジナルロボットの新作を作ってねじ込むなんて、アメリカのテレビ局のやりたい放題っぷりには恐れ入るわね。だが、この強烈な魔改造版が全米の子供たちを熱狂させる大ヒットになったんだ。今でもアメリカを代表する出版社から何度もアメコミ化されるほどの巨大コンテンツとして定着しているぜ。アメコミにまでなってるのね。向こうのファンにとっては完全に自分たちのヒーローってわけね。その通りだ。ハリウッドでの映画化企画も長年繰り返されていて、アベンジャーズを手掛けたルッソ兄弟が制作に関わるというニュースが報じられるほどだ。日本の忍者隊が海を越えて宇宙 SF に大化けした、伝説的な神アニメだぜ。第4位、宇宙海賊キャプテンハーロック。いよいよ上位に突入ね。第4位にはどんな作品がランクインしたの？第4位は1978年放送の松本零士原作アニメ宇宙海賊キャプテンハーロックだぜ。日本ではヤマトや39のメガヒットの陰に隠れがちだったが、フランスでは視聴率 70% という歴史的な大ヒットを記録したんだ。視聴率 70%。日本では中堅クラスの知名度なのに、フランスでそんな常識外れの数字を叩き出したの。ああ、フランスではアルバトールというタイトルで放送されてな。体制に縛られず、己の信念だけを信じて広大な宇宙を旅する孤高の海賊の姿が、自由を愛するフランス人の心を強烈に打ったんだぜ。アルバトール、
響きもなんだかおしゃれね。それだけ大ヒットしたら、当時のフランスの子供たちはみんな夢中になったでしょうね。その熱狂ぶりは凄まじくてな。現在でも、当時の70年代から80年代に子供時代を過ごしたフランス人たちのことを、社会的な固有名詞としてアルバトール世代と呼ぶくらいなんだぜ。ちょっと待って、アニメのタイトルが一つの世代を指す言葉になっちゃうなんて、完全に国民的ヒーローじゃない。まさにその通りだぜ。その絶大な影響力と功績から、原作者の松本零士先生は2012年にフランス政府から芸術文化勲章、シュバリエを授与されたんだ。日本の漫画家が異国の地で国家レベルの勲章をもらうなんて、嘘みたいな本当の話だぜ。国家から勲章をもらうなんて規格外すぎるわ。今でもフランスでの人気は続いているの？もちろんだ。近年では、大人になったアルバトール世代のフランス人クリエイターたちが松本零士先生に直接直訴してな。なんとフランス初の公式スピンオフ漫画が出版されるという異例の事態まで起きたんだ。日本の宇宙海賊が、フランスの歴史に名を刻んだ伝説の神アニメだぜ。第3位、百獣王ゴライオン。ついにトップ3の発表ね。第3位にはどんなアニメがランクインしたの？第3位は1981年に東映が制作した百獣王ゴライオンだぜ。日本では中堅ロボットアニメの一つだったが、アメリカでは全米視聴率1位を獲得する超絶ヒットを記録した神作品だ。全米視聴率1位。日本の中堅アニメが、どうしてそんな特大ヒットになったの？1984年にボルトロンとして輸出された際、アメリカ流の徹底したマイルド化が行われたからだ。日本版は人が犠牲になる陰惨な描写が多かったが、現地の基準に合わせて残酷描写を全カットしたんだぜ。ストーリーの辻褄が合わなくなったりしないの？そこで死ぬシーンは病院に運ばれたというセリフに差し替え、敵もロボットだったという設定に書き換えたんだ。これが功を奏して、親も安心して見せられる正義のヒーロー番組の地位を確立したんだぜ。なるほど。親の信頼を勝ち取ったからこそ、子供たちの間で爆発的なブームになったわけね。さらに興味深いのが、5体が合体して強くなる姿が団結の象徴として、アメリカのヒップホップ界で熱狂的に支持されたことだ。エミネムやスヌープドッグといった大物たちが歌詞に引用するなど、もはや現代神話の一部になっているぜ。日本のアニメがアメリカの黒人文化の共通言語にまでなっているなんて、信じられないわね。そのブランド価値は今でも凄まじくてな。ネットフリックスが全8シーズンの新作リメイクを大ヒットさせた後、現在は Amazon スタジオが巨額の権利争奪戦を制して実写映画化プロジェクトを進行させているんだ。現代の巨大企業がこぞって権利を奪い合うなんて、本当に桁違いの価値があるのね。ああ、日本では数あるアニメの一つだが、海を渡って巨大ビジネスとカルチャーの頂点に君臨し続ける、まさに規格外の神アニメだぜ。第2位、超電磁マシーンボルテス5。ついに第2位ね。ここまででも信じられないようなすごいエピソードばかりだったけど、次はどんな作品が登場するの？第2位は1977年に放送された超電磁マシーンボルテス5だぜ。フィリピンで最高視聴率58% という異常な数字を叩き出し、なんと一国の本物の革命の象徴にまでなった伝説の神アニメだ。最高視聴率58% もやばいけど、アニメが本物の革命の象徴に、一体フィリピンで何が起きたっていうの？1978年にフィリピンで放送されると、子供たちを熱狂させる社会現象になったんだ。だが、あまりの熱狂ぶりに当時のマルコス独裁政権が、最終回直前で突如、放送禁止令を出したんだぜ。最終回の直前でいきなり放送禁止。そんなことされたら気になって夜も眠れないわよ。表向きの理由は暴力的な内容だったが、本当の理由は本作のテーマである圧政への反抗と革命が国民に影響を与えることを恐れたからだと言われているんだ。アニメのメッセージ性が強すぎて、独裁政権のトップが本気でビビってしまったのね。だが、最終回を見られなかった若者たちの怒りは爆発したぜ。
1986年に独裁政権を打ち倒したエブサ革命の際、デモ隊の中にはボルテス5の日本語の主題歌を合唱しながら行進する人々がいたくらいだ。日本語の主題歌を歌いながらデモ行進。まさに文字通りの革命の火種になったのね。フィリピン人のボルテス5愛は今も全く衰えていないぜ。2023年には現地のテレビ局が国家予算規模の巨額を投じて、実写テレビシリーズ、ボルテス5レガシーを制作したんだ。CG のクオリティが高すぎると日本でも大ニュースになっただろ？ああ、あのすごい CG のニュース見たことあるわ。あれってそんなすごい歴史的背景があったのね。さらにすごいのが、1999年に主題歌を歌う堀江光子さんがフィリピンでライブを行った際、なんと国賓級の VIP 待遇を受け、軍の音楽隊が伴奏を務めたという伝説まであるんだぜ。一回のアニメ歌手が軍の音楽隊と一緒に歌うなんて、完全に英雄の扱いね。日本のロボットアニメが海を越えて一国の歴史を動かし、現代でも圧倒的な愛と巨額の予算で実写化される、まさに奇跡の神アニメだぜ。第1位 UFO ロボグレンダイザー。ついに栄えある第1位ね。世界を熱狂させた最強の神アニメって一体何なの？第1位は1975年放送の UFO ロボグレンダイザーだぜ。日本ではマジンガー Z の弟分的な立ち位置だったが、フランスと中東で歴史を変えるほどの神扱いを受けた伝説の作品だ。マジンガー Z の陰に隠れてた作品が、海外で歴史を変えちゃったの。ああ、1978年にフランスでゴルドラックというタイトルで放送されると、当時の番組占有率で最高視聴率 100% という非現実的な記録を叩き出したんだぜ。視聴率 100%。それってフランスのテレビを見てる子供たち全員が釘付けになってたってことじゃない。その通りだ。厳密には特定時間帯の番組占有率、シェアが 100% だったと言われているんだが、当時のフランスはテレビが3チャンネルしかなく、裏番組が大人向けだったこともあって、文字通り子供が全員ゴルドラックを見ていたという伝説の記録なんだ。あまりの熱狂ぶりに、現地の大人たちが日本のアニメに子供が洗脳されていると危惧して社会問題になったほどだ。このゴルドラック世代が、現在のフランスにおける日本アニメブームの巨大な礎になったんだぜ。一国の文化を変えちゃうなんて凄まじいわね。中東ではどうだったの？中東でも凄まじい人気でな。特にレバノン内戦中には、敵対勢力の子供たちがグレンダイザーの放送時間だけは武器を置いてテレビに見入ったという、嘘のような本当の逸話があるんだぜ。内戦中の子供たちに武器を置かせるなんて、まさに本物の平和の象徴ね。その神格化は今も続いていて、サウジアラビアには全長33.7メートルの巨大立像が建設されギネス世界記録に認定された。さらに2024年には完全新作アニメ、グレンダイザー U が放送され、世界中から歓喜の声が上がったんだ。ギネス記録の巨大像が立って、半世紀経っても完全新作が作られるなんて、桁違いの愛され方ね。フランスの会社が開発したゲームも世界ヒットするなど、過去の遺産ではなく、今もなお地球の守護神として現在進行形で君臨し続ける、堂々たる第一位の神アニメだぜ。エンディングまとめ。まさか日本の昭和アニメが、海外で革命や平和の象徴にまでなっていたなんて本当に驚きだわ。そうなんだぜ。日本では普通のヒット作や打ち切り作だったとしても、海を渡れば文化の違いを超えて熱狂的に愛されたんだ。今の時代じゃ考えられないような、強引な魔改造があったからこその結果よね。ああ、当時の権利の売り切りや大雑把なローカライズという時代背景があったからこそ、現地の文化に深く根付くという奇跡の化学反応が起きたんだぜ。作った人たちも、地球の裏側でそこまで神扱いされてるなんて思わなかったでしょうね。これからも日本の素晴らしいアニメが世界中で愛されるといいな。視聴者のみんなも、今回紹介したアニメの思い出や、他に海外で人気だと知って驚いた作品があったら、ぜひコメント欄で教えてくれよな。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それじゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。